おはようございます。安倍義俊です。iPhone 16 Pro Max を注文したんですけど、9月の20日発売で、現在9月の16日になります。ただ僕自身は、いわゆる予約の争奪戦に惨敗しまして、惜しかったんですけど、10月の9日から17日の週とかなんかそんな感じの、なので例えば10月の20日ぐらいに届くとしたら丸1ヶ月遅れってことですよねになってしまって、テンションだだ下がりであります。何度かの言ってやっぱ新しいもの好きなんでね、その発売日に触りたかったですよ。で発売日までにそれでもやっぱその新製品、久しぶりの3年ぶりの iPhone の買い替えなんで、盛り上がりたい、自分の中では感動を感じたいわけですよ。で僕自身はだからその3年ぶりなんで、現在13 Pro Max を使っていて、で正直これに不満が何もないんですよね。バッテリーがちょっとへたってきたっていうことと、でもあれだな、速度とか、例えばこの液晶の見栄えがどうこうとか、カメラの性能とか、日頃使っていることに関してこいつで何かその不満を感じることが何一つなくて、それについてちょっと僕はこれ12から13に買い替えた時には本当に差がなくて、使い始めて本当ものの数時間で新しい機種を使っているっていう、いわゆるその盛り上がりというか感動みたいなものが何にもなくなってしまって、特にほら最近の iPhone とか Apple 製品ってその機種の移行がすごく簡単にできていて、データが全部もうクラウドにアップロードされてるんで、新しい機種が出たらもうそれこそ古い機種と新しいのを並べておいて、データ移行ってやったらこの中のデータがそっくりそのまま新しい iPhone に移行してくれたりするじゃないですか。そんなことすると本当に例えばそのアプリの配置みたいなものから何からそっくりに、移行してしまって、そうすると本当に感動がなくて、正直その12から13への移行に関しては肩透かしというかがっかりした記憶しかないんですよね、正直。で13自体はだから性能高くて安定して使えていて、3年間使えたんでトータルで見た時に別に損したとは思わないんだけど、でもやっぱりじゃあすごいテンション上がったかっていうとそうでもなかったなっていう感じがして、で16でもうそれは嫌なんですよ。せっかくだから新しい機種でうわーって盛り上がりたくてですね。で10月の9日から17日かだから、10月のどのぐらいですかね、9日以降ですけど、まだあと3週間から1ヶ月ぐらいあるわけですよ。でこの1ヶ月間、どうやって過ごそうかって考えた時に、いわゆるなんでしょうね、空腹は最高のスパイスみたいに言うじゃないですか。お腹減らしとけば何でも美味しいみたいな。さすがに iPhone 立ちをしたら、1ヶ月間 iPhone 使わなかったら16来た時に感動すると思うんだけど、それは16の性能に感動してるんじゃなくて、久しぶりにスマホを触ったっていう感動になっちゃうと思うんですよ。でそこで思いついたのが、ちょっと物置を漁っていたら出てきた iPhone、これは 5S ですね。とりあえず1ヶ月間こいつをメインにしてみようと、できる限り正直僕 eSIM にしちゃって、こいつ eSIM 対応してないんで SIM が入ってないんで、常にこっちは何かあった時のために、カバンには入れておいて、テザリングでこれを使うみたいな感じでちょっと使ってってみたらどうだろうみたいなことを思って、しばらくちょっとこいつをできるだけ使おうと思って今ちょっとやってるところなんですけど、これ真上から映した方がいいな。ちょっと待ってください。そんなわけで結構しっかり拭いたんだけど、まだ指紋がちょっと残るな。指紋が残りやすいですよね。それは貼ってるガラスのせいで、 iPhone の直のガラスの性能の問題じゃないですけど、こっちが iPhone 13 Pro Max、 こっちが iPhone 5S です。びっくりしますよね。確かに昔はこのぐらいのスマホ片手で楽々持てる、こんな感じのスマホを確かに使ってましたよ。いつの間にこんなにでかくなったんだ。ケースのこっちケースなしで、こっちケースあるんでケースの分一回りでかいですけど、ということでちょっとびっくりしますね。フェイスタイムもないんで、タッチ ID で、指紋認証で、ロック解除です。こっちは自分の顔を向けて、スマホの画面って意外とプライバシーっていうか、自分は毎日見てるから、どれが見せていいもんでどれが見せちゃいけないもんなのかみたいなものがちょっと一瞬間違う感じがするんで、ちょっとおっかないですから後で編集でちょっと注意深く見なきゃいけないですけど、こんな感じで、なんていうか思ったんだけど、散々画面が綺麗になったとか明るくなったとか言うじゃないですか。ちょっと待って、両方最大の明るさにしとくか。で見た時にこっちのが明るくない？ちょっと壁紙とかが違うのもあるけど、そしてアイコンの隙間とかの問題もあるんで、みちっと密度感があって、この黒の光沢感のある
ベゼル部分とかもなんか僕ベゼルが小さい方がみんなかっこいいって言うけど、なんかこのぐらいの感じってすごく好きで、そのホームボタンとか確かに物理的にはねない方が、いいというか、その液晶画面を広く使えて、確かにいいんだけど、なんだろう、めちゃくちゃいいですよね。そしてまたこのデザインもこの質感もすごく良くてびっくりして、もうなんかこれの中に16入れてくれよみたいな感じでちょっと思ってしまうぐらいで、ちょっと実際数日間これを一応メインにどのぐらい使えるかなと思ったんですよ。でまずもうびっくりしたのが、だから OS のアップデートとかサポートが完全に終わってるじゃないですか。終わってても別にその細かいところで不便があったとしても基本使えるでしょうと思ったら、思いのほかちょっと使えなくて、まずインスタグラムとかもうちょっと怖くて、これ後で今消しますけど、インスタグラムとかは多分アクセスのためのこのネットの使い方がよりセキュリティの高いものに、更新されていて、こいつは古すぎて使えないんじゃなくて、不正なアクセスを検出しました、アカウントを一時的にロックしますみたいな表示が出ちゃって、慌てて止めて、でこっちでアクセスし直したら使えたんで大丈夫だったけど、そのまま進んでたらもしかするとそのアカウントがバンされることはないだろうけど、凍結されたりとかね、こいつからのアクセスは何か不正なというか異常なアクセスとしてこの古いインスタグラムのアプリは認識されちゃうみたいで、アップデート、要するにアップストアに行ってアップデートしようとしてももうないんですよ。だから要するに最新のやつはこの OS はサポートしてません、この OS に対応する一番新しいバージョンはダウンロードしますみたいになっちゃって対応してなかったんですよ。それもまたちょっとびっくりで、あとはなんだろうな、まだ全部の機能ちょっと使ってないんですけど、YouTube も起動しなくて、これも危ないから消さなきゃいけないんですけどダメでした。で YouTube できない時点で僕の中でだいぶもうじゃあこの計画はもう無理だなと思ったんだけど、スプラが好きなんでスプラのなんかチャンネルが出ちゃいましたけど、一応なんかこんな感じでブラウザから YouTube にアクセスすることはできました。ただアクセスは遅いですね。こんな感じで自分の動画は再生されるし、なんかよくみんな60フレームなんだっけ、60Hz と120Hz だっけ、画面の書き換え速度が速い遅いでもうなんか全然違うんじゃんみたいなことを言うじゃないですか。で僕も正直絵描きだし iPad が120ヘルツのそのプロモーションに対応した時とかにいち早くその雑誌のレビューとかで読んでもらって、確かちょっと試し書きをさせてもらった時とかに正直違いが全然わかんないですみたいになって、みたいな感じになっちゃったんですよ。僕目悪いからなのか別にこれが多分30フレームだったらガクガクして見えると思うんだけど、同じページを開くのがいいか確かに洗練されてますね、ブラウザの表示なんかも。要するに常にこの URL とかを表示しとく必要ないじゃないですか。下の方のメニューとかも必要な時だけパッと出せばいいんで、そのあたりいかにこの画面を広く大きく使うかについてすごく経験を積んでいるというか、これピンときてるかな、なんか光る月のボールみたいななんか飾り物が、だから子供が僕の自宅のその仕事部屋を自分の部屋にするって言って、なんかパパ出てってみたいになっちゃって、もうプリ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 と2人して、もう子供は僕がなかなか片付けないんで怒るし、僕はなんか子供の態度が悪いので怒るしでもう大変なんですけど、今日みんな家族で一緒にご飯食べに行くしいいんですけど、何の話だっけ、こっちにピントが来ちゃいそうで怖いなと思ったんですけど、大丈夫かな、こっちで。これが120Hz のプロモーションですよね。こっちがなるほど、わかった。ちょっと待って、メガネと思ってピンセットを取ってる時点で僕の視力はどうなんだ。ちょっと待ってくれ。なるほど、わかった。わかりましたよ。僕でもわかった。ですね、いや別にこのみんなわかってることで、今僕が一人で感動してるだけですけど、確かに、動かした瞬間の波打つ感じとか残像の残る感じが全然なくて、つるっといきますね。でこっちはそれに対して
カカ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 っていう感じでスクロールしてるし、そのスクロールの60分の1秒前に、あったものがまだ残ってる感じがして、なんていうかな、この要するにこいつはスクロール中にこうやって動かしても、書き換えが早いから、動かしながらでも、例えばこの白の衝撃アクティブノイズキャンセリングみたいな文字はこうやって上下にさせながらでも読むことができるんですよ、このぐらいのスピードだったら。でもこっちはこのぐらいのスピードで動かしちゃうと、子供がなんかお友達と一緒に今ロフトに買い物に行って、もうすぐお誕生日なんですよ。でなんかロフトで買い放題をやらせてくれみたいになって、なんかちょっと友達といち早く行って、今からその家族に来いって言ってんで、早いよ、夕飯が5時半なのに今から11時じゃないの、5時間買い物する機会をちょっと待ってくれ。こっちはこうやってスクロールさせてると残像が残るから文字読めないんですよ。こっちは全然読める。こっちは今もうこの白の衝撃って文面が分かってるから読めるというか、その文字を追えるけど、これ初見の文字だったら多分読めないですよ。こっちは文字画面が広いのもありますけどね、もちろん画面が広いけど余白が切られてるだけで文字の大きさはすごいね、なるほど、同じになってる。だからほらアップルのサイトもアップルのサイトはちゃんと、他のサイトもそうかもしれないけど、ちゃんと小さな画面と大きな画面で破綻しないようにいろいろ工夫されて、なるほど、要するに小さい画面に合わせてレイアウトしちゃうと常に左右がすげえ余るじゃないですか。でもでかい方に合わせると小さい画面にした時文字が切れるじゃないですか。だから文字は切れない、だけど余白がダサくならないレイアウトをすげえ考えてる。なるほどね。だけど液晶の止めた時の綺麗さは例えばこう斜めから見た時とかの、でもこれが斜めから見た時に色がとか明るさが劣化するっていうか、潰れて見えたりするかというと、もうこの時点で液晶も完成されていて、全然もちろん白の白さみたいなものはこうやって見て伝わるかな。段違いでパキッと白くて、こっちは例えばこの一番白とちょっとだけ色のついているこの白の見分けが、こっちはパキッとちゃんとつくけど、こっちはギリギリ見えるかなぐらいなんですよ。あるけど、じゃあこの2つで見場が全然違うかっていうと、そんなことはないね。やばいな、これ16のモニター来ても多分これとね、僕見分けつかないですよ、きっと。ただだから新しい iPhone 16 Pro Max は、1、2とだから逆に暗いところで暗くした時に、こいつは一番暗くしてもまだこのぐらいの明るさだけど、もっとギリギリの暗さが、今ここは部屋が明るいから暗くした時にめっちゃ暗く見えるけど、これ真っ暗な部屋だったらこれ全然明るく見えすぎちゃうと思うんですよ。それが、緩和される、かな。で実際のところ今こんな明るさで使うことなくて、普段使ってる時も大体真ん中のちょい上ぐらいなんですよ。こっちもバッテリーやってもなくなっちゃうから、このぐらいだと思うんですよ。みたいな、要するに自分の目で見た時の適正な明るさにした時には、もう見場は正直大差ないというか、大差ないは言い過ぎだけど、色味がね、ちょっと違うけど、じっと見てると確かにこっちの方が見え方がすっごい自然で、こっちはちょっとパキパキとしちゃってるというか、色の淡いグラデーションとかが本当に綺麗に見えていて、こっちの方が見え方がちょっと不自然ですね、みたいなことはあるっちゃあるけど、でも決して見場が悪かないな。YouTube とかもちゃんと見れました。で発表会の動画って見れないのかな。あと前まではここでなんかもやもやとアニメーションが出たり動画が出たりしたのにな、それ見たかったの。せーのでピュッ、団地ですよ。てか読み込めなかったりして、このアニメーションするあれが読み込めてない。これが時間が経てば読み込めるのか。なんか再生のあれが出ちゃってるけど、これ何？スタートしない。だから最新のブラウザじゃないと再生できないアニメーションの機能みたいなのが
チタニウム、そして B って言っても画像が表示できないっていうね。やっぱバージョンが違うんですね。なるほどね。ダメですね。表示できないんだ。そうか、アップルなのにな。前の紫色のなんかリンゴのマークがボワンボワンってしてた、発表前の時に出てたアニメーションとかはちょっと表示できてたんですよ。あとは同じ自分の動画ですけど、音質的に iPhone 13 Pro Max だったら、おはようございます。世はまさに手持ち録音時代らしいんで、ちょっと手持ち録音に挑戦しております。そして、今まで以上にちょっと机が散らかってますけど、みたいな感じなわけですよ。手持ち録音はドリキンさんに勧められたんですけど、今回手持ちじゃないですけど、なんか一回やってこれで思ったんだけど、ちょっと話それちゃうけど、手持ちで持った時にマイク近づけすぎると一気に音割れるし、話すとすごい音がすごいちっちゃくなっちゃうし、手持ちでやるんだったら手持ち専用の何かマイクじゃないとダメですね。ちょっとなんかドリキンさんは多分ね、距離をちゃんと一定に保ちながら喋るなんか練習をしたんだと思いますね。僕はダメでした。世はまさに手持ち録音時代らしいんで、ちょっと手持ち録音に挑戦しております。そして、今まで以上にちょっと机が散らかってますけど、上の子がとうとう僕音質の差が今のやつでちょっと伝わったのか分かんないですけど、音質は結構この画面の差以上に圧倒的にスピーカーは良くなってますね。びっくりしましたね。これははっきりと聞き分けて進化が感じられるポイントです。ただ僕みたいに iPhone で YouTube でこうやって喋る系の動画を見てる限りは音質がそんなには気にならないというか、下手するとヘッドホンで聞いちゃうんで違いが出ないんですよね。ただスピーカーの音質はかなり違いました。そしてこいつはもちろんアプリで動くし、こっちは、ブラウザーの、そのモードを使わないとダメでした。YouTube のアプリは起動しないです。さらに言うと 5S はやっぱりちょっと重そうなゲームをちょっといくつかダウンロードしてみたんだけど、崩壊スターレールとかは、崩壊スターレールって俺メインのこっちに入れてたかな、なんか無駄にアプリを入れすぎていてどうこうみたいな話をしたけど、ダウンロードしたっきり多分起動してないですね。起動した。何にも始まらないままなんかボディが熱々になってって、あれダメだと思ってやめたんですよ。こっちはだから一応起動する。だから最初に多分キャッシュとかをまだ全然まだなんか多分これゲームのサービス開始日にダウンロードしてそのまま起動もしないまま今日に至るみたいなメモリの無駄遣いをしてますけど、こっちはまだ起動する気配もないですね。みたいな感じで、なるほどね。そんな感じで、だからこっちは普通に起動するんだけど iPhone5S では当たり前なのかもしれないですけど、起動させることすらできないですね。ゲームの大半はちょっとこんな感じですね。逆に言うと無駄にゲームしなくなっていいかもしれないですけどね。フォートレスサーガっていうこの放置系のゲームも時々こっちとこっちでアカウント持ってんのに2台で起動するとなんか怒られちゃうかな。こいつは今初めて試してますけど、やはり起動しないかもしれないですね。そして指紋画面、大丈夫だ。一応起動しましたが、でもやっぱり起動までの待ち時間は相当なもんですね。ロボットくんがガラクタくんが米津玄師のニューアルバムのなんかガラクタセットについてきたガラクタくんが動き出したこれが怖いんですよ。これ絵を描くための机だから斜めに傾斜がついてるんですよね。なのでこういうものをクラッシュしたみたいな感じで、ガラクタくんだからしょうがないけどバランスがしょうがないですよね。ここ斜めだからねみたいな感じで、 AFK ジャーニーとかどうだ。こいつもなかなかに多分ヘビー級のグラフィックに凝ってるゲームじゃないかと思うんですけど、こいつは起動したぞ。これもめちゃなんでしょうね。なんだろうな、スマホのゲームだからしょうがないんだけど、なんかいわゆるロールプレイングゲームみたいな体なんですよ。でもグラフィックめっちゃ綺麗なんですよ。でキャラクターのデザインとかすげえ、ほらガチャ引くからキャラクターめちゃくちゃいっぱいいるじゃないですか。一個一個すごくなんかグラフィックとかキャラクターのデザインとかモーションとかはめちゃくちゃよくできていて、これのなんかグラフィックのこの世界観で遊びたいって思わせるような完成度なんだけど、ゲーム自体はいや決して戦略性がないわけじゃないんだけど、例えば街の中でシナリオを進めるためにどこそこに行くみたいなやつで、行き先が矢印で完全にルートを表示されてるんですよ。でなんかボタンを押すとそのルート通りに勝手に歩いていくんですよ。つまり一本道っていうか、ユーザーはその矢印の通りに勝手に歩きますボタンを押す以外のことをやる必要がないというかみたいな感じの
そのゲームの作りなんですよね。そこから先の戦闘でこいつは戦略性があって、そういうただの一本道ゲームというか見るだけゲームじゃないっていう話も聞くんで、ちょっとやってみようかなと思っているところではあるんですけど、でもおおむねそういう全自動モードがどうしてもスマホのゲームってつくんですよね。使わなきゃいいじゃんって言われるかもしれないけど、全自動モードあったら使っちゃうじゃないですか。なんだろうな、難しいところですね。僕がよく遊んでるこのにゃんこ大戦争とかはちょっと今話がそれるけど、全自動モードついてるけど、全自動モードのコンピューターがスーパーアホなんで、意外とやらざる自分で遊ばざるを得ないところでまだ楽しく遊んでますけど、ドラクエタクトとかも自分で動かしたことほぼないですね。最初の何回か自分で操作して遊んでみたけど、それ以降はもう全自動戦闘モードで、たまに難しいボス戦とかで全自動モードだと敵が出してくるこのエリアに止まっていると死ぬみたいな敵の攻撃が出てきた時にそこを踏んで死んだりするんで、自分で動かさなきゃならないですけど、そういう特殊なものを除けば基本的にはもう全自動で遊ぶものっていうか、ただ眺めているものみたいな、なんかどうしてもゲームになっちゃう、そういうゲームになっちゃって、昔とか思ったのは結構よくできていたピンボールとそういうソシャゲを合わせたようなワールドフリッパーって言ったか、でドット絵となんか合わせたゲームがあって、ドット絵中心で、今もうドット絵ブーム来てるじゃないですか。その先駆けみたいな感じでピンボールでなかなかいろんなことが面白かったんだけど、ピンボールに全自動モードがついてるんですよ。ピンボール全自動つけちゃったら自分よりも的確にフリッパーをペッペッってやってボール返してくれるじゃないですか。そしたらもうゲームじゃないじゃないですか。ボールでね、ボスを動いてるやつを何か狙うみたいなことがあるから、自分で遊ぶ意味がゼロじゃないんだけど、全自動モードがあることに気がついた時に、なんか膝から崩れ落ちるような、それじゃもう意味ないじゃんみたいなことを思って、それでもうやらなくなっちゃいましたね。ピンボールぐらいは自分でボタンを押すだけなんだから、それぐらいは操作するよってちょっと思いますけどね。ちょっとAFK ジャーニーをちょっとこいつで動かしたらどうなるかを見せたかったんだけど、果てしなくロードが長いんで、ちょっといいか、後でちょっとやりますよ。だったりして、今だからこいつはストレージも多分32ギガか64ギガだと思うんですよね。だったりするんで、メインマシンとしてこいつを長らく使い続けることはできないんだけど、ただ1ヶ月間こいつでチャレンジみたいなことは予備機として常にこっちを持ち歩いて、どうにもなんない時はこっちを使う。例えば X のアクセスとかも多分できないと思うんですよ。アカウントが凍結しちゃうのが怖くて試してないですけど、そんな感じなんで、別にこっちを全く使わないわけじゃないけど、ちょっとしたことはこのちっちゃな端末でできる限りやってみようと思って、ちょっともうこの時点で熱々ですけど、でバッテリーもバンバン減りますけど、これを試してみます。こいつに手が慣れて目が慣れて、60Hz の、書き換えの液晶に目が慣れて、そこで16 Pro Max が家に来て開封したらすごい感動だと思うんですよそんなことをしなければ感動が作れなさそうという時点で、やはり機械としてはもう完全に成熟しちゃったんだなとは思いますね。というiPhone の熱いよ。大丈夫かな。ただハードウェアとしてすごいのは、これ11年前の端末なわけですよ。だけどまだそこそこ現役で動くじゃないですか。そしてデザインとかいろんなことも悪くないじゃないですか。そしてちょっと音量の調節のボタンがカピカピなんか引っかかりが出てきちゃったりして、ちょっとくたびれてきてるなっていうのは感じるけど、でバッテリーも減りがだいぶ早かったりして万全じゃないんだけど、全然使えるってことにちょっと驚きましたね。要するに10年ぐらいどっかもう箱の中に入れてほったらかしにしてたわけですよ。メンテナンスも何もせずに。だけど全然動くんですよ。ですごく何かが恐ろしく劣化してる感じはなくて、なんか改めてこの11年前の時点からiPhone のっていうか Apple の他のメーカーもそうだけど、スマホを作ってるメーカーの技術力の凄さには改めて驚きましたね。ただ4S、5S と4機種物置で同じ箱に入って出てきてて、4つともちゃんと起動はするんですよ。で4のシリーズからちょっと SIM がないとアクティベーションできないみたいなあれがあって、この 5S 以外はまだちょっと使い物にならなかったんで、これをメインにしていこうと思ってますけど、 3GS も出てきて、3GS はさすがにでもiTunes がないとアクティベーションができないって言われて諦めましたが、起動はしました。これが iPhone3GS ですよ。この厚み、この丸み液晶もねもうちょっとおかしくなってきていて、ダメだ、起動しない。なんかね、これはバッテリーが多分もうね、死んでしまっています。でこいつが
iPod Touch 裏面のステンレスとかが日本のどっかのその職人さん集団みたいなところになんかね、この昔のもっと古いこの iPod の当時から、ね、iPod がとうとう出始めたぞ、日本のどっかのメーカーがこれ磨いてたんですよね。これ奥さんにプレゼントしたやつだ。こいつはもしかするとちょっと充電してないけど、もしかしたら通電したら起動はするかもしれないですね。iPod の、60ギガ版とか、これは80ギガ版で、世代がちょっとずつありますね。僕の仕事部屋を子供が使わせてくれって言ったんで、荷物をこっちに持ってきたらこんなのが出てきたんで、ちょっと懐かしくて、こんなことをしてみました。ちょっと面白かったです。こいつを起動するとこだけちょっと見せたかったですけどね。一回止めて待つか。今ゲームを何種類か起動してみようと思ったんですけど、いわゆる最新の割とそのグラフィック重めのやつをダウンロード何本かしてみて、どのぐらい差が出るかをちょっとベンチマーク的にその2つ並べてやってみようと思ったんですけど、まともに起動するゲームがありませんでした。そうね、11年前の端末だもんね。基本的にそのメール見たりとか、さっき言ったみたいに YouTube とかは起動しないけど、ブラウザからだったらYouTube 見られたりとか、Amazon とかも多分アクセスはどうなんだろうな。なんかショッピングサイトとかもセキュリティとかが最新じゃないとアクセスできないような気もしますよね。そんなこんなで、あと AFK ジャーニーというゲームを起動してデータをダウンロードした後に、そのダウンロードしたデータを展開するっていうのがあって、展開するだけでもやっぱり 1% で、しばらくに1分ぐらい経ってから 2% みたいな感じで、これはダメだみたいな感じで、途中からちょっと早くなったんで、結局その5分ぐらいの待ち時間で終わったんですけど、でもやっぱその後でゲームを起動画面にまでは行くんだけど、そこでクラッシュしちゃってダメでしたね。そして Amazon は見られました。実用的にある程度できなくもないかな。しばらくちょっとそんなんで、これでちょっと試してみようと思います。バッテリーももりもり減るんで、モバイルバッテリー必須か、もしくはここまで利便性が下がったらスマホの使用時間が減るかもしれないですね。そうだな。だから僕自身は今回買い替え自体はやっぱカメラ性能に期待していて、その広角の画質とそのマイクの性能ですね。だから動画とか YouTube のこういう動画の撮影とか写真の撮影の性能の強化にちょっと期待しているので、ちょっと買い替えを検討していますけど、もしかするとだから今おすすめの端末って12、13、14、15あたりはまだギリギリ多分現役で動くと思うんで、14、15とかまだ全然現役だし、15はそれこそ Apple Intelligence ももう対応しているチップが入ってるし、なので全然いけるとは思うんですけど、そんなような端末を使ってしばらく全然予算的に最新のやつは高いしなっていう人はそんなでも全然いいのかもしれないですね。みたいなことをちょっと思いつつ、そうだな、iPhone が来るのを気長にのんびり楽しみに待ちたいと思います。5S が意外と使えたり、ゲームとかヘビーなものは全く使えなかったりっていう結論でした。そして、ちょっともしかすると気になってる人がいるかもしれないので、後々これも一本動画作ろうかと思ってますけど、今ここに黒いほくろみたいなのが2つありますけど、子供を皮膚科に汗もんがかぶれちゃったんで連れてって、そのついでに僕もちょっとイヤホンのつけすぎで耳かぶれてたんで、ちょっと薬くださいって言って、でその時についでに僕もともと自分の顔を鏡で見るようなことがほとんどない生活をしてたんで、あんまりよく動画を撮るようになってから、俺すげえ頻繁に寝癖で頭跳ねてんなみたいなことにびっくりしたんですけど、その中でこうやって自分の顔をここにでっかい27インチのモニターがあって、ここにはカメラがあって、カメラの映像を常にこの27インチのモニターでチェックしながら動画を撮ってるわけで、だから僕ちょっとカメラ目線じゃなくてちょっと横見ちゃってることが多いんですけど、そんなことをしている時に顔にちょっとそのニキビ跡みたいなものがシミになって残ってるのが気になっていて、ででもシミ取りその美容外科みたいな美容皮膚科みたいなところに行ってシミ取りをやるような顔でもないしなと思って、いいやと思ったんだけど、結構よく見てみたらこれがカシオペア座かみたいな感じで規則的に並んでいることに気づいて、一回それに気づいちゃうと、俺は顔にちょっとしたケンシロウみたいになってるぞみたいなことに気がつき、みんなは気づいてないと思うけど、自分ではちょっと気になり始めちゃって、気になると気になるじゃないですか。こうやって自分の顔をパッと見た時とかにカシオペアみたいなことをちょっと思ったりするので、皮膚科に行った時にちょっとこういうのって消せないですかねみたいな、消せますよみたいな、そんな簡単にと思って、僕すっごいお金がかかったりとか何ヶ月も病院に通ったりしてやっと消えるみたいなことを想像してたんで、その皮膚科の先生に言ったら、そうですか、いやありますよみたいな感じで、
じゃあお値段いくらぐらいですかみたいな。値段ってびっくりされるって言われて、値段はそのなんか10円20円の世界ですけどみたいな。と思って、液体窒素のなんか水筒みたいなやつに中に液体窒素入ってるやつ持ってきて、蓋開けたらだから白い煙がポーッと出て、そこになんか綿棒みたいなの入れて、ちょっと痛いですよって言ってちょん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 ってやって、で終わりですみたいな。1分もかかんなかったですよ。で値段見たらあと3箇所やって、3箇所目はなんかこことこことあとなんかねもう1箇所やったんですよ。もう1箇所はなんか目立ってないな。93円ですみたいな言われて、1個31円なんだと思って、びっくりしましたよ。なんかこれ結構このなんか動画を撮り始めてから自分でもなんか気がついたっていうか、もともとなんか肌荒れひどいなと思ってたんですけど、まあいいやと思ってやったけど、動画で人様にこうやって顔をなんかね映すようになってからちょっとあんま見苦しいのもあれかなと思って、だったら髪の毛を床屋に行けよって話ですけど、前髪がひどいんじゃ話長くなっちゃうな。なんでしょう、こんなお悩みの人はちょっと最寄りの皮膚科で液体窒素でプップってやってくれるとこ探して30円ですよびっくりしちゃった。こんなだからもう 3,4 年ちょっと気になるなみたいなことを思って、でも恥ずかしいしなと思って言ってなかったんですよ。びっくりしました。30円で1分でこれこの後でどのぐらいこれが消えるのかどうか分かんないですけど、皮膚科の先生に聞いたんですよ。だから皮膚ってターンオーバーって、下からどんどん新しい皮膚の組織ができて、上が赤になって剥がれていくわけじゃないですか。剥がれて新しいのができて、剥がれて新しいのができてやってるのに、どうしてこのシミはずっとここに居続けるんですかって言ったら、どうしてでしょうねみたいな、ちょっとのんきな先生なんで、組織がやっぱ硬くなってしまって、この部分がなかなか剥げ落ちなくてずっと残っちゃうんでしょうねみたいな話をされていて、ちょっと専門先生が言ってんだからそういうことなんでしょうね。だから組織の硬くなったやつをこうやって液体窒素で凍らして組織を殺すと、多分この後で白くなってポロッと剥がれますからねって言われてたんで、白くなってポロッと剥がれるんだと思うんですよ。で剥がれた後には皮膚が今までの硬くなっちゃった皮膚がもうないので、新しい皮膚が出来上がったのがだんだん出来上がっていって目立たなくなっていくみたいな多分プロセスだと思うんですよ。で最終的にどのぐらい目立たなくなるのか分かんないですけど、僕毎日かどうか分かんないけど、2日に1回ぐらい動画作るんで顔に注目していただけると、治ってきてるみたいなのがちょっと分かっていいかもしれないですね。で僕みたいな年のそろそろ上の方のやつは老人性のなんとかゴルバチョフみたいなことですよ。だったらしいですよ。みたいなものもあったりして、気になる人はあんまり大きいやつだと多分大変だと思うんですけど、この僕みたいなこの豆粒みたいなやつは30円で1分で治療が済むことが判明しましたぜひぜひ結果が出てよかったらちょっとお勧めします。僕自分で実験中なんでということでした。はい、なんか話がばらけましたが、ありがとうございました。あと1ヶ月間どこまで 5GS で耐えられるか、交互期待でもないですけどということでした。はい、ありがとうございました。なんか子供がなんかその友達同士でロフトに行ったらお金400円しかないみたいな、ちゃんと持ってけよお金をと思って、あと喉が渇いたみたいなことでちょっと迎えに行かないとダメかもしれないです。で行ってきます。はい、ではありがとうございました。では。